世界が驚いた江戸のガーデニング、長屋を森に変える魔法の鉢植えと朝顔バブルの正体。庭がなくても森は作れる、そんな不思議な暮らしが今から200年以上前の江戸にはありました。都会の片隅、窓辺に置かれた一鉢の植物、私たちはなぜこれほどまでに緑に心を癒されるのでしょうか。現代の私たちは小さな植物一つでホッとする一方で、忙しさに追われる毎日を送っています。しかし江戸の人々はその何倍もの緑のある暮らしを当たり前のように楽しんでいました。庭がなくてもお金がなくても心にはいつも花がある。今回は江戸っ子たちが熱狂したボタニカルライフの世界へ、路地裏に咲いた魔法の園芸物語を覗いてみましょう。第1章、世界一の園芸都市江戸。18世紀から19世紀、江戸は世界最高水準の園芸技術を誇るガーデンシティでした。参勤交代によって全国から珍しい植物が集まり、平和な時代がその探求心に火をつけたのです。大名たちは広大な庭園で美を競い、その情熱は庶民へと広がっていきました。幕末に日本を訪れたイギリスのプラントハンターロバート・フォーチュンは、Incredible, such variety in one place. These blooms are extraordinary. 江戸の街を見てこう記しました。世界中のどこへ行ってもこれほどまでに植物を愛し栽培することに喜びを感じている国民はいない。驚くべきことに、それは特別な人々だけでなくごく普通の庶民にも広がっていたのです。江戸の園芸文化の本当の主役は長屋に暮らす人々でした。第2章、狭さを楽しむ路地裏の空中庭園。しかし長屋には広い庭などありません。そこで発揮されたのが江戸っ子の工夫でした。わずかな路地に棚を組み、鉢植えを立体的に並べていく。屋根の上までつるを伸ばし、空間そのものを庭にしてしまう。狭いから諦めるのではなく、狭いからこそ工夫をする。気がつけば屋根の上まで庭にしてしまいました。もはやこれは路地裏のガーデニングというより、路地裏の空中庭園というべきです。江戸っ子たちは限られた空間の中で自分だけの森を作り上げていたのです。第3章、一攫千金変化朝顔の熱狂。江戸時代に起きた最大の植物ブーム、それが変化朝顔です。一見するとこれが本当に朝顔なのかと疑うような形。細かく裂けた花びら、糸のように細い葉、突然変異によって生まれた美しき異形に人々は熱狂しました。珍しい品種には家が一軒買えるほどの値がつくことも。現代で言えば限定スニーカーや NFT のようなものなのかもしれません。人々は図譜を作り、配合を研究し、世界に一つだけの花を追い求めました。それは
江戸っ子たちが生んだ生きた芸術だったのです。第4章、浮世絵に咲く永遠の緑。この緑あふれる日常は浮世絵にも数多く描かれています。朝顔市で花を選ぶ人々、鉢植えに水をやる女性。そこに描かれているのはただの風景ではありません。植物と共に生きる穏やかな時間です。植物は単なる飾りではなく、暮らしの一部であり、心を整える存在でした。江戸の人々にとって植物は家族のようなものだったのかもしれません。結び、一鉢の緑が教えてくれること。時代は変わりました。私たちは便利な暮らしを手に入れ、ボタン一つで多くのものを手に入れられるようになりました。しかしその一方で、心が疲れてしまうことも増えています。江戸の人々は決して豊かな暮らしではありませんでした。それでも彼らは小さな鉢植え一つに喜びを見出していました。忙しい日々の中でほんの少し手を止める、一つの植物に水をやる。それだけでも時間の流れは少し変わるのかもしれません。もしかすると江戸っ子たちは現代の私たちよりも幸せの見つけ方を知っていたのかもしれません。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。